いいね .com 新聞土です。今日は、タレントの、東千鶴さんに入っていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして東さんのことはね、よくご存知な方たくさんいらっしゃると思いますが、改めてご本人の方からですね、自己紹介をお願いできればと思います。はい、本業は俳優タレントをしております。でその傍らですね、32年前から社会活動、いわゆるボランティア活動を続けていて、2011年には一般社団法人ゲットインタッチを立ち上げて代表として、東奔清掃をしています。ありがとうございます。そのゲットインタッチっていう、それで設立されたちょっときっかけとかもお伺いしてもよろしいですか？はい、もともとはですね、白血病などに有効な治療とされている骨髄バンクですねを知ってもらうための活動をしていました。ある日テレビを見ていたら17歳の少年が白血病だということを私知って、でその番組の作り方がどうしてって思うようなところがあったんですね。私もすごく泣いてみたんですけれども、問題定義がどうなってるのかなと。でそもそも私のデビューは情報報道番組の司会だったんです。右も左もわからない私にあるディレクターが、報道と政治は困った人のためにあるんですよって教えてくれたんですね。で何の専門家でもないのに、そういった困った人のために何か一助になることができるんだったら、私は私を活用したいと思っていました。でそれでスタートをしたんですけれども、一人でずっとしていたんですね。けれども一人だと微力だなということも感じていました。そんな時に2011年 3.11 東日本大震災があって、その被災地の避難所が日本の縮図だったんですよ。普段会わない人たちもギュッと会って、私は混ぜこぜという言い方をしているんですが、多様な人たちが集まっていたんですね。で、メディアではつながる、寄り添う、絆、日本は一つという力強くて優しい言葉が溢れていたんですが、現実は頑張れない人もいたんですよ。で、この支え合えてるところで、それが叶わないというのは、普段から私たちはすでに多様なんですよということが届いてないからなんだなと思って、活動の仕方をシフトしたんです。いろいろな企業を、省庁、超党派の政治家、支援団体、福祉団体、家族、個人、これらをつなげる。横串を刺してみんな思いは一緒なんです。ね。自分が自分らしく生きられる社会がいいので、横串を刺すハブになる団体があればいいなと。そして、すでに私たちは共に暮らしているんですよということを楽しく知るきっかけを作りたい。ということで、エンターテインメントに特化した団体。それがゲットインタッチでございます。もう設立されてからかなり時間経ってますよね。目標は解散なんですけれども、どんどん活動の幅は広がって、深く大きくなっていますね。なので解散するっていうのは、そういう混ぜこぜの社会が浸透して、そういう活動しなくて良くなるっていうのが一番理想だっていうことですかね。そうです、そうです。福祉っていうのはみんなのためにあるものなんですね。そこが、整って、社会保障の基盤も、基本的人権も尊重される社会になってるということですね。ありがとうございます。なので、東さんはもともとタレントとしてもう長年ご活躍をされていらっしゃって、その中でもお仕事をしながら、そういう課題意識っていうのも出てきて、で、それで自分からまず、動こうということで、いろんなチャレンジをされていらっしゃると。そうですね。メディアの力は大きいですし、エンタメは影響力があるので、で、私はこの業界にいますので、その裏側のスキルも、身についたんですよね。啓発とか、楽しくないと続かないと思っているんですね。で今 SDGs バッジをつけた方も多いですし、学校でも、家族ぐるみでも、地域でも、だから会社でも、社会をどうしたいかっていう考える時間は多くなったんですよね。でも実際に何を稼働したらいいか、共同、共に動く、共同できるのかっていうところを模索している時代だなと思うので、その辺のところを具体的に
これできますよ、あれできますよ、変われますよ、できることいっぱいありますよっていうのを発信しているっていう状態です。ありがとうございます。そういう活動もしている傍ら、講演会とか、オはい。ンラインでですね、いろいろ出演されていらっしゃると思うんですけども、最近で言えば、テッド京都ですね。そこでいろんな話をされていらっしゃると思うんですが、そういった講演会を通して、東さんがお伝えしたいことっていうところもぜひお伺いできればと思います。社会は必ず変わるっていうことですね。過去を振り返ってみれば、私たち女性は選挙権、投票権ってなかったんですよ。ですけれども、先人たちの活動によって当たり前のように今選挙権、投票権がございますよね。で、私若い時会社員してたんですけれども、パワハラ、セクハラっていう言葉はなかったんです。そういった状況にあっても、なんとなく笑ってごまかして返すっていうのが大人の振る舞いだったんですね。なんですけれども、やっぱり辛かった。でも今はそれはアウトですよっていうようになったし、ハッシュタグ MeToo っていう活動もありますよね。なので社会は必ずアップデートをするので、それを一緒にできますよっていうことを伝えたいですね。で、それを面白く、大事なのは笑いも取りながら、発見があって、驚きがあって、そしてもやもやする。このもやもやっていうのが一石を投じる問題定義なんですよね。私が解決できるわけがないので、みんなと一緒に取り組むためにはこのモヤモヤが大切なので、一緒にフラットに手をつなぎましょうって、支援する側と支援される側ではなくて、みんなで社会のことや学校でもできることがあるし、企業内、会社内でも地域内でもできることがあるので、そのあたりを伝えていきたいですね。